マシーン。あかりです。ずんだもんなのだ。新企画、タイムマシーンの開始です。タイムマシンではレトロゲーム、絶版、廃盤、新ゲームを紹介して皆様にお披露目するのだ。今回、記念すべき第1弾に選んだのは、コルテッツ城からの脱出です。コルテッツ城はドイツ、ライプチヒにある実在するお城。戦時中は捕虜収容所として使われていた有名な場所なのだ。コルディッツ城からの脱出劇は、映画化もされています。この映画はすごいのだ。若き日のトム・ハーディとダミアン・ルイスのダブルキャストなのだ。映画がリリースされたのは2005年、180分もある、イギリス映画の大作でした。ダミアン・ルイスはバンド・オブ・ブラザーズで大ブレイク。ドラマ、ホームランドでも主役を務める大俳優になったのだ。バンド・オブ・ブラザースは、スティーブン・スピルバーグとトム・ハンクスが監督した超大作でしたね。トム・ハーディの快進撃もすごいのだ。彼は後にマッドマックスに抜擢されたり、ダンケルクではスピットファイアのパイロットにもなったりしたのだ。トム・ハーディは、バンド・オブ・ブラザースの後半に少しだけ登場しているんですよね。ジョン・ヤのビッグ上等兵という役なのだ。結構目立つ役なので気になる人は探してみると面白いのだ。このゲームは1973年製。発売からちょうど50年経過した古いゲームです。プレイヤーの一人はドイツ軍を担当、残りのプレイヤーは連合軍の捕虜を担当するのだ。やはりイメージしやすいのは映画大脱走でしょうか。できるだけたくさんの捕虜を脱出させることを目指します。いつか再販されないかと思っていたけど、ドイツ軍、しかもナチがテーマのゲーム、ポリポレのきつい現在では再販は絶望的なのだ。どうしても欲しいという方は、中古、オークションなどでこまめに探すしか方法はないようです。これがゲームボードの前提なのだ。捕虜プレイヤーは、まず、ロープやワイヤーカッターなど、逃走に必要な道具を集めることから始めます。収容所を警備するドイツ軍プレイヤーは、捕虜を独房に入れたり、散らばった捕虜を中庭に集め、点呼を取ったり、ボディチェックして、彼らが集めた道具を没収し、脱走を妨害します。このゲームは第二次世界大戦中、実際にコルディッツからの脱出に成功した数少ない英国軍人であるパトリック・ロバート・リード少佐による監修済みなのだ。ゲームの勝利条件は陣営によって異なります。連合軍チームはいずれかの各国2名の捕虜の脱出に成功したら、直ちにゲームは終了。そのプレイヤーが勝利します。ドイツ軍は最後まで脱走を防いだら勝利します。ゲームターンが長すぎる場合、2時間半というタイムリミットの設定も推奨されています。連合軍の駒は5つ、国別に色分けされているので、6人対戦まで可能なのだ。4人対戦を例にご説明します。連合軍プレイヤーが順に手番を実行し、最後にドイツ軍プレイヤーが手番を実行。これで1ターンが終了。これを繰り返します。ゲームボードは大きく2つに分けられます。収容所の中、そして外側です。内側で逮捕された場合、集めた装備を隠し持つことが可能。装備は没収されません。外側で逮捕された場合、装備を1枚没収されます。各部屋はこのようになっています。注目してほしいのは各部屋にあるアイコンなのだ。その場所へ行かなければ手に入らない装備品が各部屋に散りばめてあるのだ。中庭にある白い丸のエリア、これは点呼命令が出た場合、ここに集合しなければなりません。基本的にドイツ兵が捕虜の丸に入ることで逮捕されるのだ。しかし中庭の白丸だけは捕虜は逮捕されないのだ。逮捕されると官房に入れられます。官房から出るためには、ダイスを2個振り、ゾロ目を出すか、官房からの解放カードを使用しなければなりません。解放された場合、矢印の先の太い線の丸の上で停止します。黄色い丸はサーチライトの明かりなのだ。捕虜はこの丸の中で停止することはできないのだ。ただし横切ることは可能。ここを脱出路にしても面白いのだ。壁を乗り越える場合はロープが必要なのだ。それもゲームボードに指定された長さのロープがあれば次々と壁を乗り越えていけるのだ。有刺鉄線はこのように表されます。捕虜は有刺鉄線を挟んだ2つの隣接した円があり、所持が必須のワイヤーカッターがあれば、この有刺鉄線を通過することができます。
ゲームボードの何箇所かに青い丸があるのはセーフエリアなのだ。この位置にいる捕虜はどんな状況でも逮捕の対象にはならないのだ。茶色の丸はトンネルです。トンネルはこのように表されます。トンネルカードを持っていれば、使うことができる3本のトンネルがあります。最後にターゲットエリア。ゲームボード上に7つあるのだ。脱走した捕虜はここに到達すれば、脱走は成功したとみなされるのだ。出番になったら、連合軍もドイツ軍も、ダイスを2個振るのは同じです。ゾロ目の場合、もう一度振ることで、2回移動することができます。捕虜駒の何個でも、ダイス目の数だけ移動することができます。ダイス目が3、7、11の場合、連合軍プレイヤーは後期カードを、ドイツ軍プレイヤーだった場合、セキュリティカードを1枚引くことができるのだ。連合軍プレイヤーが受け取る後期カードは、このようなものがあります。こちらはドイツ軍プレイヤーが受け取るセキュリティカードなのだ。例題的に艦房にいる捕虜、セーフエリア、トンネル内、外部の城壁、有刺鉄線の外にいる捕虜は点呼に応じなくていいのだ。脱走するにあたり、必須のカードがあります。それが、パーソナルシビリアンエスケープキットです。このカードは、連合軍捕虜が脱出ポイントに入るために明示し、必ず所持していなければならない、大切なものです。このカードの入手方法は2つ。1つ目は、服、コンパス、食料、偽造パス、これらのシンボルのある各部屋へ入手できるのだ。各部屋へ捕虜を配置しなければ入手できないため、各国の捕虜の連携がとても重要になります。このゲームの難しいのはここから。ゲームボード上の装備のある部屋に2人の捕虜を入れる、もしくは1人ずつ相当する2つの部屋に捕虜を配置することでカードを獲得できるのです。計画的に移動しなければ即看守に逮捕され投獄されてしまうでしょう。もう一つの方法はダイス目3、7、11の出目の時に獲得する後期カードの中にあるエスケープキットを揃える方法なのだ。パーソナルシビリアンエスケープキットは一度入手したらゲーム終了まで失うことはありません。しかし一度でも装備を得たらその対象国家の全捕虜は逮捕の対象となります。このカードを獲得したら点呼があったとしても中庭には戻らなくてもいいのだ。標準装備であるロープ、鍵、ドイツ軍パス、ワイヤーカッターはその部屋へ行けば一人でも入手できます。ロープは一つで30メートルまで対応できますが、60メートル必要な場所もあるので、準備は念入りに行う必要があります。今度はコルディッツ城を守るドイツ軍のルールです。ドイツ軍予備兵は兵舎から黒丸へ移動します。城内の灰色ゾーンならどこでも捕虜が装備品を所持していれば看守は逮捕することができる。逮捕した捕虜はドイツ軍プレイヤーが選んだ艦房へ送られ、その後ドイツ軍警備兵は兵舎に戻されるのだ。灰色ゾーンで逮捕された場合、装備カードは没収されないのだ。灰色ゾーン以外で逮捕された場合、捕虜は艦房へ送られ、さらに装備カードを1枚没収されるのだ。さらに重要なドイツ軍のルールは以下の通りです。一つ目は、逮捕できる捕虜は一手番に1人だけ。次に、ドイツ軍プレイヤーは指定されたカードがなければ勝手に部屋に入ることができません。次に、ドイツ軍プレイヤーは部屋を塞ぐような駒配置をしてはいけません。最後に、ドイツ軍プレイヤーは捕虜と同じルートを使い、追跡と逮捕をしなければなりません。ドイツ軍プレイヤーはプレイヤー全員を相手に戦わなければならない大変な陣営。できればゲーム慣れしたつわものプレイヤーに挑戦してもらいたいのだ。パーソナルシビリアンエスケープキットカードを持つプレイヤーが実行できる最後のカード、それがルー・オア・ダイカードです。カードには何回ダイスを振れるかが描いてありますが、すべて違う回数になっています。装備が全くなくてもどの場所にいても使用できます。ドイツ軍は捕虜の通り道を妨害できませんが、このカード使用後、ターゲットエリアに到達できなかった場合、射殺され、駒はゲームから除去されます。まさに一か八かの一発勝負。場外へ出て一気にターゲットエリアに走り込みたいときはすごく役に立つカードなのだ。これでゲームの説明は終わりです。いかがだったでしょうか？このゲームは過去にたくさ
たんの伝説が生まれたのだ。その昔、うちのゲーム界に所属していた伊助くんはスタッフカードを使い、将校に化けて堂々と正面玄関から脱出。見事勝利したことが今でも伝説となり、語り継がれているのだ。他のプレイヤーが脱出に四苦八苦しているとき、将校に化け、堂々と正面玄関から脱出した伊助くんはかっこよかったですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。イ。